こんにちは、ケーキです。この動画では、オーバーフロー水槽の配管を保護し、パイプも隠してくれる、こんな感じのギガンコーナーカバーを作る方法を紹介します。この水槽ではカメを飼育するので、このギガンコーナーカバーはバスキングスポットにもなります。カメを飼育していない通常のアクアリウムでもギガンを自作できるとレイアウトの幅が広がるので、ぜひ作り方を見ていってください。ちなみに、この動画で作っているギガンコーナーカバーを使用するためのオーバーフロー水槽も自作していて、その様子も動画で紹介しています。そっちも合わせて見てもらうと、水槽のシステム構成がわかりやすいと思います。前回の動画では、スタイロフォームを使ってギガンの骨組みを作る作業を紹介しました。今回は前回作った骨組みの上にモルタルを持って岩の形に造形していくところを紹介します。次の動画で塗装作業を紹介して、モルタルでのギガンコーナーカバー作りは完了の予定です。では、早速前回スタイロフォームで作ったこちらのギガンの骨組みにモルタルを持っていきたいんですが、先にエンビータのカバー部分が汚れないようにマスキングテープでマスキングをしておきます。マスキングができたらモルタルを持っていきます。普通のモルタルはそのままだとうまくスタイロフォームにくっついてくれないので、まず最初に接着力の高いカチオン系のセメントを下地としてスタイロフォームの上に薄くまんべんなく塗りつけます。セメントを左官バケツに開けて水を加えてよく練ります。水とセメントが十分に混ざったら、スタイロフォームにセメントを塗りつけていきます。最初は左官ゴテで塗ろうとしたんですけども、カチオン系セメントでもスタイロフォームにはくっつきづらくてすぐ剥がれ落ちてしまうので、使い捨てのビニール手袋をつけて手で塗り込むように盛り付けました。通水性を確保するために作ったスリットの部分やシェルターの部分など、手が入りにくいところだけは左官ゴテを使って塗りました。骨組みの全体を下地セメントで覆った状態がこちらです。細かいところを見ると、セメントを塗れてなくて骨組みのスタイロフォームが多少見えているところもあるんですが、所詮はこれは下地なので、後から使う造形用のセメントがしっかり定着できればそれでいいので、あんまり気にする必要はないです。カチオン系セメントで下地を作ったら、次は造形用セメントとして評判が良いこちらのギルトセメントを使って、ギガンとしての形状を作り込んでいきます。
下地セメントと同じようにギルトセメントを左官バケツに開けて水を加えて練っていきます。ギルトセメントの説明書きには水分量の規定とかはなくて、どうやら造形しやすいように使う人の好みで水分量を決めればいいみたいです。水分量が多いと緩く、少ないと硬くなります。今回作る擬岩は、渓流とかにある大きな岩石が割れてできたような岩の雰囲気を目指すので、表面はザラザラした感じよりも滑らかな感じにしたいです。そのため、水分の量はやや多めにして、柔らかめのセメントを左官ゴテやスクレーパーで慣らしていくような感じで作っていきます。風化した岩石のような雰囲気を目指す場合は、多少水を少なめにして、ボソボソした状態のセメントで作った方が、岩肌が風化して砂っぽくなっている状態のザラザラした感じを出しやすいかもしれません。擬岩の仕上がりには、今回の造形の工程の出来栄えがかなり影響する上、結構センスも問われるので、まずは見えないところで練習した後で、目立つ場所の作り込みをやることにします。なので、まずコーナーカバーの裏面の見えない場所からモルタルを持っていきます。ここを擬岩風に作り込む必要はないので、左官ゴテを使って平面に仕上げました。どうせ見えないところなので、モルタル造形の練習がてら、亀裂を入れてみたり、表面を荒らしてみたりと、色々試しています。次は表の目に見える場所の岩肌を作り込んでいきます。まずはギルトセメントを少し厚めに盛り付けます。スクレーパーや左官ゴテを使って表面を慣らして岩肌のベースを作ります。その後でスクレーパーの尖った部分を使って岩肌の亀裂や凹凸を作ります。どうしてこんな亀裂ができたのか、この岩はどの方向に割れやすいのか、どの部分は割れて、どの部分は削れたのかといったように、自分なりに岩の生い立ちみたいなものを考えながら造形すると、説得力のある作品に仕上がると思います。
ケーキはちょっと凝り性なので作業が遅くて、水を混ぜたセメントが乾燥するまでに造形できるモルタルの量には限りがありました。2、3時間で作業できるのが、だいたいこの写真で色が変わっている範囲くらいです。まあ、焦っても仕方ないので、作業を何日かに分けて少しずつ作っていきました。造形直後、まだ乾燥していない状態の表面です。セメントは砂を含むため、どうしても滑らかな質感を作るのは難しいですが、できる範囲でこだわっていきます。作り込みを進めて、造形用セメントを使った義眼のディティール作りが完了した状態がこちらです。我ながら結構満足できる仕上がりになったと思います。特に左手前のあたりは岩肌の亀裂やゴツゴツした感じ、部分的に割れている雰囲気などをうまく表現できました。ここまでと同じ要領で、今作った義眼の上に乗せて蓋になる義眼についても同じようにギルトセメントを使って造形していきます。造形中にギルトセメントが乾燥してきた場合は、霧吹きで水分補給をしてやるとまた柔らかくなるので、造形時間を長く調整したい場合におすすめです。こんな感じで2部分のモルタル造形も完了です。モルタルが乾燥したらマスキングテープを剥がして仕上がりを確認しておきます。
特に問題ない仕上がりになってますね。モルタルをそのまま水中で使うと水質を強いアルカリ性に変えてしまうので、この時点でアク抜きをしておきます。セメントを少なくとも2日くらいは乾燥させてから、コンクリート池用のアク抜き剤であるアクアマリンソフトを使ってモルタルのアク抜きをします。アクアマリンソフトの説明書きにある通り、水10リットルに対して 5ml の割合でアクアマリンソフトを溶かした水に3時間以上義眼をつけておきます。ちなみに、実は最初にアク抜きをした時は、義眼の比重が軽すぎて水に沈みませんでした。水に沈まないとコーナーカバーとしては使い物にならないんで大問題です。結局、塩ビのカバーを剥がして内側のスタイロフォームを削り取って、そこにモルタルを詰め込んで重くするっていう手間が必要になって、かなり苦労しました。水中で使用する義眼を作る場合は、水に沈むようにスタイロフォームの骨格は形出しに必要な最小限の体積にした方が良さそうです。今回は容器に対して義眼が大きすぎて一度で全部を漬け込めなかったので、途中でひっくり返して上の方もアク抜きしています。つけ置きが終わったら、義眼を流水でよく洗ってアク抜きは完了です。これで自作オーバーフロー水槽に使う義眼コーナーカバーのモルタル造形作業は完了です。次回はこの義眼を着色して岩っぽく仕上げる作業を紹介するので、ぜひ見てください。また、今回の義眼コーナーカバーのモルタル造形はブログでも解説しています。ブログでは使用する工具や材料の種類、選び方などももう少し細かく補足しているので、そっちもよろしくお願いします。